皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日分析するのは海運大手3社の一角、川崎汽船、証券コード9107です。実はこの銘柄、前回の決算時にも点検作業を行いましたが、先日2026年3月の本決算が発表されました。コンテナ船事業の大幅減益などが響き、経常利益は前期比で 64.6% の減益とインパクトのある数字が出ています。前回からどう状況が変わったのか、懸念される中東情勢の影響はどうなのか、今回は再点検という形で徹底的にライトを当てて深掘りしていきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。まずは私たちの安全基準を満たしているか、基礎データをサクッと点検します。配当利回り目標 3% 以上に対し 4.79%、 会社予想判定は合格です。自己資本比率目標 50% 以上に対し 76.9%、 判定は合格です。 ROE 目標10以上に対し 7.38%、2026年3月実績、判定は不合格です。配当成功目標 50% 以下に対し約 79.8%、 来期予想、判定は不合格です。補足として PBR は 0.91 倍です。コンテナ特需が落ち着いたことで ROE は以前の異常な高さから一服し 7% 台となり不合格判定。配当成功も利益が減少する中で配当を維持しているため高くなっており不合格です。続いて事業内容の点検、稼ぎの柱です。川崎汽船の収益の源泉は大きく3つの柱で構成されています。1つ目は全体の約 60.5% を稼ぎ出す製品物流事業6164億円。ここには自動車船事業と持ち分法適用会社であるコンテナ船事業ワン社が含まれます。2つ目は約 28.7% を占めるドライバルク事業2927億円。3つ目は約 9.9% を占めるエネルギー資源事業1006億円です。コンテナ船が市況に大きく左右されるボーナス要素であるのに対し、自前の自動車船や LNG 輸送船は中長期の契約に支えられ安定した利益を生み出す基本給として機能しています。この基本給部分である自営事業の稼ぐ力が底上げされていることが現在の川崎汽船の最大の強みです。次は業績の軌跡点検、過去5年の推移です。ここ5年間の売上と利益のトレンドを見てみましょう。売上高は2022年3月の7570億円から直近2026年3月には1兆183億円へと大きく成長し、1兆円規模の企業として定着しました。営業利益に目を向けると、コンテナバブル以前の2022年3月は177億円でしたが、その後は789億円、848億円、1029億円、そして直近は841億円と安定して800億円以上の営業利益を叩き出せる体質へと完全に生まれ変わっています。バブルが弾けたからといって元の木阿弥になったわけではなく、会社としての基礎体力が飛躍的に向上したというストーリーが読み取れます。続いて財務の深掘り点検です。会社の健康状態を示す貸借対照表 BS を点検します。現在の総資産は2兆3440億円、そのうち手元にある現金は3225億円と潤沢に確保されています。一方で銀行からの借金にあたる有利子負債は2360億円まで減少しています。つまり手元の現金で借金をすべて一括返済してもまだお釣りが来る実質無借金状態です。そして倒産しにくさを示す自己資本比率は 76.9% に達しています。次は還元姿勢の点検、過去5年の配当推移を見てみましょう。川崎汽船は近年2回にわたり1株を3株にする株式分割を行っています。これを現在の株数に合わせて正確に訴求調整した真の配当推移は
66.67 円、133.33 円、83.33 円、100円、120円と推移しています。コンテナ特時の一過性の配当から通常巡航モードの安定した高配当へとしっかりとシフトしているのがわかります。来期2027年3月期も年間120円配当を予定していると明言しています。さらに注目すべきは中継期間で掲げる8000億円以上の株主還元という巨大な目標です。すでに自社株買いなどを進めていますが、事業環境を踏まえて500億円以上の機動的な追加還元の時期や手法を継続検討中としており、株主への還元意欲は非常に高い状態です。続いて直近決算と中東リスクの深掘りです。今回発表された2026年3月の本決算では、売上高は1兆183億円で前期比 2.8% のマイナス、経常利益は1091億円で前期比 64.6% の大幅マイナスとなりました。この大幅減益は主に前期に爆発的に稼いだコンテナ船事業1社の反動によるものです。そして今回皆様と共有しておきたい最大の懸念事項が中東リスクです。現在イスラエルや米国とイランの対立によりホルムズ海峡では事実上の封鎖状態となっています。川崎汽船は来期の業績予想を立てるにあたり、ホルムズ海峡の閉鎖は6月末まで続く、スエズ運河は通年で通れず希望法を迂回し続けるという非常に厳しい前提を置いています。これが燃料費の増加を招き、自動車船事業の減益要因などになっています。しかし会社側はこの最悪のシナリオをすでに計画に織り込んだ上で、来期は経常利益1000億円を底堅く稼ぎ出すと予想しています。次はチャートと需給点検です。現在の株価は2503円付近で推移しています。今年3月には一時2964円まで上昇しましたが、そこから一服し調整の局面を迎えています。信用倍率を見ると 3.33 倍、買い算243万株、売り算73万株となっており、極端な信用買いの重さはありません。中東リスクや決算の減益といったネガティブな事実は一旦株価に織り込まれつつあります。最後に結論、のんびりの判定です。川崎汽船の再点検最終結果は、特需剥落と中東リスクの今こそ進化を発揮する鉄壁財務の高配当ディフェンシブ感と判定します。投資戦略です。短期的な減益や中東の地政学リスクという見出しに怯える必要はありません。来期の120円配当は約束されており、追加還元の隠し玉も控えています。具体的な指し値ですが、まずは配当利回りがちょうど 5.0% に乗る2400円を第一の現実的な拾い場と設定します。さらに地合いが悪化した場合に備え、前回点検時の基準である利回り 5.5% ラインの2180円を第2の防衛ライン、本玉として構えておきたいと考えます。このラインまで引きつけて仕込めば、沈みにくい分厚い自己資本の上に乗りながら高い利回りをのんびりと享受できるはずです。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。